こんにちは。今日はですね、富士フィルムの XS10 なんですけど、この間ね、富士フィルムから新しく XH2S っていうのが出ちゃったので、世代的には一世代古いカメラになっちゃったんですけど、まだまだね、このカメラ、メインのカメラとして全然使えるなっていうふうに僕は思っているので、今日はね、このカメラのいいところをね、簡単にお話ししていこうと思います。あとね、タイトルにも書いたんですけど、ちょっとね、理由があって、XH2 に買い替えようかなっていうふうにも思っているので、その辺の話もね、していこうと思います。はい、まずね、このカメラのいいところをね、簡単にお話ししていくんですけど、全部でね、5つのポイントを絞って、お話ししていこうと思います。はい、まずね、1つ目がね、グリップの持ちやすさです。はい、この富士フィルムの XS10 ってグリップがねこうすごくねこう深くできてて、すごくねこう持ちやすいんですよね。富士フィルムのカメラって、結構ねグリップがねすごい小さいカメラが多いんですけど、このカメラはね結構特殊で、こうグリップがね大きくてねこう深い感じですごくね持ちやすいカメラになっていて、ここがねまずこのカメラの特徴だと思っていて。で、なんだろう、カメラってね、手で持ってね、写真も動画もそうなんだけど、手で持ってね撮影をする機械だから、持ちやすいかどうかっていうのはとっても大事だと僕は思っていてね、持ちにくかったらね、ちゃんとアングル切れんのかって言ったらなかなか切りづらいと思うんですよ。でやっぱりねこのカメラはねすごく持ちやすいので、自分はこのカメラ一番の特徴はこのグリップの、持ちやすさだと思っています。はい、2つ目がね、カメラの軽さです。このカメラね、めちゃめちゃ軽くできていて、もちろんね、カメラだからレンズも含めたトータルの重さになるんだけど、それにしてもこのカメラはボディ自体がかなり軽くできているので、軽いっていうことは、ずっと撮影していても、疲れないっていうことなので、ここはね、結構いいポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。で人によると思うんだけど、僕の場合は写真を撮る時はなるべく重いカメラの方が撮りやすいんだけど、動画撮影をする時はやっぱりね、撮ってる時間が長いので軽い方が撮っていても疲れないので、そういう意味でね軽いカメラっていうのは、動画撮影をする上でいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、3つ目なんですけど、カメラの操作性です。このカメラってね、ちょっと富士フィルムのカメラとしては特殊なカメラになっていて、今までの富士フィルムのカメラだと、ここのカメラの上の部分にね、シャッタースピードを変えるボタンだったり、あと ISO 感度を変えるボタンがこうダイヤルのタイプがこう必ずついてるんですけど、このカメラはねそれがついてなくて、シャッタースピードとかもねここでねこうやって変えれるんですよね。でこれがね、僕はすごくいいなと思っていて、でなんでかっていうと、シャッタースピードって結構撮影をしている時って頻繁に変えるものなので、頻繁に変えるものがここについてると片手でこうやって操作できちゃうので、それがねここにこうついてると、ここでもここでもいいんだけど、結局シャッタースピードを変えるためにこう両手を使わなきゃいけなくなっちゃう。こうグリ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 っつって両手を使わなくなっちゃうんだけど、ここについてるとねこう片手で操作ができちゃうので、ここはね僕逆にすごく、いいなと思っていて、このカメラはとっても操作性はいいと思います。はい、4つ目がですね、手ブレ補正機能です。でこのカメラってね、カメラ本体に手ブレ補正機能がついていて、これがねとっても優秀で僕はすごくね、いいなと思っているんですけど、どういうことかっていうと、いちいちね三脚とか使わなくてもね結構動画がしっかり撮れるので、このカメラ本体に内蔵されている手ブレ補正機能っていうのはかなりねいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、富士フィルムのレンズってね手ブレ補正機能がついていても、つけるカメラによってその機能の幅が変わってくるんですよね。なので手ブレ補正機能のついたカメラに手ブレ補正機能のついたレンズをつけた方がその効果はより
最大限に発揮してくれるので、自分はねやっぱりカメラ本体にも手ブレ補正機能はついてた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。最後にね、このカメラのいいところはコストパフォーマンスがかなり高いっていうところです。でこのカメラね、だいたい11万とか12万円ぐらいで買えるんですけど、さっき話したこのカメラのいいところ4つ、それらの機能を全部含めても、この値段っていうのはかなりねコストパフォーマンスが高いんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、どうだろう、ちょっと自分は他のメーカーのカメラとか全然興味がないのでわからないですけど、動画撮影をメインに考えた時にさっき言ったいいところの機能が充実していて、でこの値段よりも安いカメラってないんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、もしねあったらねコメント欄でね教えてください。すいません。でなので少なくともね富士フィルムの中ではないと思うので、そういった意味でねコストパフォーマンスはねかなりね高いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上がねこのカメラのいいところをね、簡単ではあるんですけど5つ、紹介しました。でここからはねこれだけいいですよって言っておきながら、ちょっとね理由があって買い替えようかなっていうふうに思っているんですけど、その理由をお話ししていこうと思います。まずね1つ目がねフォーカスモードの設定です。はい、このカメラね、フォーカスモードを変えるときに設定するボタンがね、ついてないんですね。で、富士フィルムのカメラをずっと使ってる人は、分かってると思うんですけど、自分もね、このカメラを買う前は XT3 っていうカメラをずっと使っていたんですけど、本来ね、富士フィルムのカメラってフォーカスモードを変えるボタンがね、ここにね、ついてたんですよね。そのフォーカスモードを変えるためだけの、独立したこうボタンというかスイッチというか、レバーというかこの辺にねついてたんですね。それがね、どういうわけかこのカメラはついてなくて、どうやってフォーカスモードを変えるかっていうと、こういちいちねこうメニュー画面からねこう入ってこうカチ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 やって変えなきゃいけない、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。で僕は、一応ねここのねQ ボタンにフォーカスモードを変えるやつを登録して、なるべくねこうクリックをね少ない数でね変えれるようにはしているんですけど、それでもねやっぱり面倒くさくて、結局ねどういうことかっていうと、フォーカスモードってこう動いてる被写体を撮る時に変えたくなる機能なんですけど、例えば、そうだな、車とか電車とかあとバイクとか、鳥とか猫とか何でもいいんですけど、動いてる被写体を撮ろうと思った時にそのフォーカスモードを変えたいのに、なかなかねこう手間暇かかってこうカチ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 やって、変えてる間にねこう鳥とかがもう飛んでっちゃってもういないじゃんみたいな、撮りたかったのにもういなくなったじゃんみたいなことが結構あるんですよね。なのでそれがねすごくね撮りたくても撮れなかったっていうのがかなり僕にとってはストレスになるので、ここがねちょっとね使ってて困っちゃうなっていうところです。2つ目なんですけど 4K の撮影についてです。でこれはどういうことかっていうと、このカメラね、普通にね 4K の 30p の撮影はできるんですけど 4K のスローモーションの撮影がこのカメラはできないんですよね。でそんなことはね、当然買う前から分かってたんですけど、この間ですねちょっと撮影の依頼があって、でそれがね 4K で撮影をするっていう指定があったんですね。で自分は、スローモーションを結構使うので、4K でスローモーションをこのカメラ使えないので、使えないというか撮影ができないので、いや困ったなと思って、で4K のスローモーション撮影ができるカメラ機材を借りて、やろうかなっていうふうにも一瞬思ったんですけど、どちらかというと自分は、結構こう使い慣れたカメラじゃないと、こう何て言うんだろうな、パフォーマンスをこう発揮できないというか、本来持ってる能力を
発揮できないと自分は思っているので、もしねなんか 4K のスローモーション撮影ができる、他のカメラとかを借りて、それをやったとしてもうまくいかなかった時に「いやこれは使い慣れてないカメラだからだよ」とかそんなのね言い訳にしかならないので、だったらねやらない方がいいなっていうふうに自分は判断をしたので、やらなかったんですけど、なんかね、とってもね、なんて言うんだろう、残念というか心残りがあったので、やっぱり 4K でスローモーションも撮影ができるカメラ欲しいなっていうふうに思ったので、ちょっと買い替えようかなっていうふうに今思っています。はい、今言ったね2つがね、このカメラ買い替えようかなっていう理由なんですけど、新しく買い替えるのか、あるいはこのカメラをね、このまま残しておいて、新しくこう買い足すのか、ちょっとその辺はまだ決めかねているんですけど、ちょっとねそういった事情があるので XH2 をね、買おうかなっていうふうに思っています。はい、以上がね、このカメラ富士フィルムの XS10 なんですけど、とってもいいカメラだと思うので、これからねこのカメラ買おうかなって思ってる人はね是非ね参考にしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとね、自分のチャンネルでは、このカメラで撮影した動画を発表しているので、その映像なんかも参考にしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それではね、最後まで見てもらってありがとうございました。またね、よかったらね、チャンネル登録とかしてもらえるととっても嬉しいです。では、ありがとうございました。バイバイ。